皆さんこんにちは、フェリシティです。今回は2024年に、滝の上のっぽろ自転車道を走った時の模様を動画としてお送りします。今までの自転車の動画と同様長い動画ですけども、よろしくお願いします。非常に実際は上のっぽろの方にすごく近くに住んでるんですけども、上のっぽろスタートではなく滝のスタートでスタート地点に向かって走行しています。いつも見ている方ならわかるんですけども、初めて見る方からするとちょっと自転車動画としては珍しいタイプのものなんですけども、基本的に解説をつけてお送りしています。今からここを渡っていくんですけど、1分30秒も待たされました。この後ずっと同じ道をまっすぐ行く感じですね。左側にJ リーグのコンサドーレ、北海道コンサドーレ札幌がたまに試合をしていた厚別競技場というところが左斜め前方にありますね。で、後からロゴを確認すると、ここで一番最もスピードを出してて53キロぐらい出してたようですね。ちょっとここは真ん中から右の方に入っていきたいので移動が難しいですね、自転車は。トラックはコカ・コーラの集配をやってるトラックですね。こっち側からの道は行かないですけど、向こう側から降りてくる方の道はよく通ったりしますね。ここはインターチェンジが近いんで、ちょっとこういう風な感じになってますね。この下が高速道路です。で、ここは卸売スーパーという比較的安めのスーパーですけども、以前は小島電機でしたそしてここにプリウスだらけの何の会社なのかなって通るたびに思うんですけど、そしてちょくちょく行くブックオフ、ホビーオフですね。以前札幌のハードオフを1日で1周回る100キロの旅という時、その時にも登場しました。で、道をまっすぐ行くんですけど、ここを下っていくと消防署が先にあって、そしてここですね、消防署。今現在はイオン札幌清田店となっているこの時は西友清田店として営業中ですね。この後9月末で閉店となりました。で、今はイオン札幌清田店です。何しろ2024年8月15日の走行ですから。声優の時は昔ですけど、おもちゃとかも売ったりしてて、レコードショップとかもあったりして見に行ったりしたんですけど、最後はさっぱりでしたね。で、さらにまっすぐ行きますね。もうひたすらまっすぐですね、滝野まで。ここは羊ヶ丘通りという場所ですね。右側の方に行くと札幌ドームとかがあります。この道をまっすぐ行くのは初めてでしたね。フォルクスワーゲンで、今回参考にしたのがこの PDF のサイクリングマップですね。札幌市ので、どの辺から特に一般道もかなり走るので、その辺を参考にしました。こちらは札幌新栄高校。名前は聞いたことあるけど、一体どこにあるのか知らなかったので、ここなんだっていう感じですね。
もうこの辺はちょっと山の中というか札幌の中では結構もういきなり田舎に来たなっていう感じはします。ちなみにいつも自転車の動画では前のカゴにリュックを入れてる場合が多いんですけども、今回そんなに長くない行程だし、市内を走るだけなのでいつも使ってるショルダーバッグを入れてます。ちなみに少し前に投稿した札幌恵庭自転車道の動画ではもっと遠出しようと思ってたけど今日はこれくらいにしとくかってところでリュックを置いてましたね。橋が見えてきてちょっと滝野らしい風景近づいてきたのが分かりますね。滝野へはだいたい小学5年生ぐらいで宿泊学習的なもので行くことが多いですよね。5年生の時に行ったんですけども、なんかおやつに買った飴が甘ったらいかったのか、それが夜になって虫歯に響いてね、もう痛くて泣いてました。さあ、こちらが一応滝野すずらん公園なんですけども、こちら側はまだ自転車のスタート地点とはちょっと違うところなんですよね。一応ちょっと一休みという感じですね。様子見みたいな。自転車もレンタルしてみたいですね。機会があればいろいろ回ってみたいんですけども、全体の地図もあってそれなりに大きな場所です。さて、ここからもう一回出てもうちょっと先に行きます。さっさとスタート地点から始めると思う方もいるかもしれませんけど、その日の自転車の工程を全てお見せするって感じの動画なんで、いつもこういう感じになっております。で、スタート地点歩道からじゃなきゃいけないので、もうすでにここから入っておきます。で、ちょっと柵が見えてきましたけど、その内側、まさにここからがスタート地点という感じですね。緩やかに、ほんのちょっと緩やかですけども登ってる感じです。で、手前に、道がはっきりしないですね。もうほとんど草とかばかりで、手前に上り坂が見えてきたんで、もうこのくらいなら登れるかなって感じで登りました。一気にね。もうちょっとこの辺も整備しといてほしい感じですね。ちょっと水気がある感じで。で、これ急に現れたんで、どうしようかな、登ろうかな、襲うかなって迷ってたんですけども、結局押して上がることにしました。身構えてたら一気に行けたんですけどね。もうさっきので終わりがと思ってたんですよ。計3つありましたね、こういうところが。ちょっと濡れてるし、危ないので降りて登るのが正解でしょう。ただこれ滝の上のっぽろ自転車道という意識をしてるんだったら、もうちょっと自転車登りやすいところにしておいてほしいですね。一応歩道に自転車サイクリングロードでおなじみのラインが引いてありますけども、引いてないか、これ車道のあれか、路側帯みたいなもんですね。ここからは一般道ですね。ただどっち側の歩道が正しいのかちょっとよくわからないんですよね。さっき見た PDF のマップとかでも
一応一般道を走る場合は基本車道の左側ということにはなってるんですけども、時にはその歩道にサイクリングロードとしてラインが引かれてる場合もあるんで、ちょっとよっぽど分かってないと難しいですね。これは一応車道には出ました。ここもずっと上り坂な感じですね。もういきなり上り坂からのスタートでまだそれなりに走ってはいるけど、体力も十分あるんで大丈夫ですけど、なんとなく感覚としては登りそうだなっていうのは分かってたんですけど、羊蹄山じゃない中山峠に行くために登るのと比べたら大したことないです。距離も短いし、中山峠この2024年も行こうとしたんですけど、それの失敗した動画も早く上げないとなと思ってるんですけどね。で、こちら右の方に像が見えてきましたね。で、あれかという感じでしたね。他の方の自転車の動画とかで出てることがあったので、この時点でちょっと行ってみたいなと思ったので右側に移動しておきます。ここなんだっていう感じで一応寄り道することにしました。で、この日説明もしましたけど8月15日なんですよ。だから結構車の出入りが激しくて、モアイ像ですね。もうちょっと近くに行ってみたかったなって感じですね。そこまで近くには行かなかったんですよね。で、逆側の方にはあそこ頭だけ大仏が出てるんですよ。頭大仏って言われるらしいんですけども、なんかテレビとかでも紹介されてましたね。なんか去年か今年から今年拝観料を取れるようになったみたいですけども、それまでは無料だったようです。で、出ます。もう車多いですね。これ本当はなら車道左側の方行った方が良かったなと後から思いましたね。ちょっとなんか行きにくかったので車が多くて、結局歩道の方を走りましたけど、そういえばと思ってそろそろバッテリー交換した方がいいのかなという感じでカメラ外して交換です。本当にこういうカバンで軽装できました。しんないならなんとかなるだろうっていう感じですからね。予備のタイヤとかパンクもパンクしても大丈夫なように、リュックだとチューブとかも何本か入れたりしてるんですけど、そんなものは入れてません。これやっぱり車道だったらもっと楽にスピードが出せたのになぁと、本当に後からこう見ても思います。この辺も歩道にサイクリングロードがあるというわけではなく、多分一般道としてあくまでも車道を通るんだと思います。もうさっきまで登ってましたから、この下りが楽でね、やっぱりそれが車道だったらもっと楽だったんだろうなと思います。すれ違った人は滝の上のプロ自転車道として走ってるのか、それともモアイ像を行くために走ってるのか、
ちょっとよくわからないです。割とこの辺をコースにしてる人も多いんでしょうかね。よく走るコースとして使ってる人も。本当に登った分結構ずっと下り続ける感じですね。歩道もすごい広いですよね。だからひょっとしたらサイクリングロードの分取ってるのかなという気もしないでもないんですけど、壁が城壁のような感じで続いてます。郵便局、結構今までの動画でもいろんな地方の郵便局とかも映り込んでるんですけど、そういうのも密かな楽しみですね。セイコーマート、カツ丼、ここにもモアイが、横のはリースの重機でしょうかね。ここにも郵便局、そしてラルズっていうのは、アークスグループっていう割と北海道ではそれなりに有力なスーパーの一つです。自転車で登ってますね。大和運輸の営業所ですね。こっち側から滝野からじゃなくて上のっぽろからスタートだと、これ最後の最後の方に登るのはつらいですね。やっぱりこっちスタートでよかったなと思います。で、ここ見たことある光景だなと思って、一番最初に羊蹄山行くために中山峠行く途中でちょっと間違えて、この今走ってる奥の方まで来ちゃったんですよね。本当はこの左側の方にずっと行くはずだったんですけど、渡り方がよくわからなくて、この道路の右側の方から走ってきたんですよね、中山峠行くために。で、今回はこの信号機を渡るともうすぐサイクリングロードが復活する感じですね。復活っていうか、今まであったのかどうかすらわかんないですけど、結構急なところを登る部分がサイクリングロードと言えるのかどうかっていう話もあるから、ここからですね。むしろ本格的なものはここから始まると言っていいのかもしれないです。ここもね、なんかサイクリングロード専用かと思ったら急に歩道みたいなところにも出たりするし、本当に手探りで走ってる感じですね。やっぱり前にロードバイクがいたりすると抜きたくなるのが性分です。で、抜いたんですけども、道がよく分かってない部分があるんで、本当にちょっと恐る恐る走ってる感じもあるんですよね。なんかここの雰囲気が定山渓っぽい感じもしました。こことかね、あれ、道こうでいいのかな、どっち下に降りるのどうなのって感じでここまで来たんですけど、なんか間違ってそうって感じで戻ったら、さっきの人に抜かれちゃいました。
明確にその行く先とかこっちへ行けばどの方面とか示してほしいなと思いました。この辺はちょっと森の中を走るとエリフィンロードっぽさがあっていいですね。でまた追い抜いてやろうと走ってたんですけども、よしもうすぐ抜ける。あれそっち行ったけど、ひょっとしてこっちは道間違ってるのかな、どうなのかな。もう非常にあの人の方向変わったことで疑心暗鬼になってしまいました。ここでマップを確かめたりして、ここからまた一貫道を外れて上の方に登ったんですけども、なんかやっぱり違うような気がするなということで元に戻ってきました。ここはまっすぐ行って大丈夫です。ちょうどこの辺の位置的には冬のオリンピックが開かれた真駒内の屋外競技場の近くにもう来てるんですけども、ここもまだ迷ってた道を再度確認してるんですよね。その真上から見た地図を見ると、こういう感じになってるんだというのがありましたね。真駒内の冬のオリンピック開かれた時は屋外競技場、スケートリンクとして使われた屋外競技場と、フィギュアスケートとかアイスホッケーが行われた白い建物ですね。丸い白い建物、アイスアリーナであるんですけど、ちょうど真ん中を抜けていく感じなんですよね。で野球場みたいなところを横を抜けていく感じです。さすがにこの辺は何回か走らないともう綺麗には走れない感じですね。もう初めてだとどっち行ったらいいのかなっていうのが常に頭の中にあると思います。ここもね、橋を渡るっていう情報が先にインプットされてたので、ここを上に行くんじゃないのかなと思ったんですけどもなんか違うなというのがありまして、本当はこれ左に行ってまた行けるんですけど、ちょっと戻ってちゃんとトンネルくぐろうと思って最初から再スタートの形です。このまま横の道行ってもよかったんですけどね。で見えてきた橋を渡ることになるはずなんですけど、ちゃんと間違いないように分かりやすくなってましたね。ここはちゃんともう今紙の橋、サイクリングロードっぽくなってるし、ここは人と自転車専用の橋ですね。
これからは橋の下をどんどんくぐっていくので、もう今回全部記入したので一緒に覚えていきましょう。豊平川も一旦ここで渡って、今度とうとう憧れだった豊平川河川敷のサイクリングロードに入っていきました。そして藻岩橋じゃなくて藻岩橋なんですね。ここからもう結構何キロか、結構な距離ずっと河川敷を走るので、どんどん橋が出てきます。奥の方になんかありましたけどね。でこちらがミュンヘン大橋ですね。なんでそんな名前ついてるのって、一応札幌とミュンヘンが姉妹都市だからっていうのもありますね。でミュンヘン大橋って聞くとどうしてもこうちゃんほうっていう本屋を思い出します。結構キャンプとかやってる人もちらほら見かけましたね。こちらも結構駐車場にたくさん泊まれるようになってて、なんか親子連れがたくさん遊びに来てましたが、一応自転車走ってるところなので、一応こちらもかなり減速しました。注意してほしいなと思いながら、結構今の子も遠くからぶつかりそうになったんですけどね。これもね走り出さないでって思いました。でこの部分結構中州じゃないですけど、他の川との合流地点になってるみたいで、河川敷の途中でまた橋を渡るっていう感じになってましたね。山花川だったかな、その上を渡ってました。今こんな感じで、中洲とはちょっと違いますけどね。でも河川敷とは思えない公園とかいろんなものがありますね。駐車場とか、この部分にめったに水が浸水することはないですよね、北海道だと。そしてこちらが南二条大橋ですね。そんな橋だったんだと調べて初めて知りましたけど、一部の橋しか知らないですからね。渡るのも限られてますから。この人抜きましたけど、すごいふくらはぎしてるなと思いました。そして南19条大橋、一応これ札幌市の橋の名前からコピーしたんですけど、なぜ22条は漢字で19条はアラビア数字なのかよくわかんないです。諸平橋、割と新しめの橋ですね。
すんごい高さがこのサイクリングロードからはすぐ上にある感じです。結構ビルも高くなってきましたよね。だんだん中心部の方に近づいてる感じですね。まあ中心部っていうことは中心部なんですけど、まあより札幌駅とかそういう大通公園とかに近い感じの部分ですね。南大橋、この角度からなんか見るビル群とか結構かっこよく見えますね。その下の道路のラインも綺麗だし、でこちらが南七条大橋、そして豊平橋、幌平橋と紛らわしいですけどね。こうやってずっと何キロも千歳鶴の看板が見えますね。でこれはあれですね、人とかの橋じゃなくて、多分上水道とかそういう感じの橋なんでしょうね。でこちらが電電大橋という NTT の所有する多分通信関連の橋ですね。電電の電電は電電公社から来てると思います。一条大橋、一条っていうことは大通公園にちょうど直結するような感じの橋だと思います。瑞穂大橋、これも割と新しめなのかな。確か南郷通りから伸びた部分の橋だと思うんですけどね。で吾妻橋、こちらは国道12号線が乗ってる橋ですね。昔からこの橋の名前はよく覚えてます。バス停の名前が吾妻橋だから。そしてこちらが平和大橋、そしてこちらが JR の線路ですねの部分の橋。この電車側からの景色はすごい何度も眺めてましたけど、この下から通るのは初めてです。これは上白石橋です。上白石ではないんですよね。白石はもともと宮城県にありますけど、白石市、そちらから移ってきた人が白石区に多かったということで、白石の名前になりましたけど、これ一旦戻るような感じで登ってっていう感じなんですよね。ちょっと高台に出た感じです。この橋とほとんど同じ高さに来てますよね。でこちらが北十三条大橋、
もう一度その堤防の逆側に行くような感じなんですよね、ここは。本当この豊平川が決壊するようなことは本当の大洪水だと思いますね。まずないと思うんですけど、そうそう、水が溢れるぐらいまでは、ね、行くかもしれないけど、ちょっと溢れ出ることはないと思うんだよな。まあ自然のことは分かんないですけどね。こちらが環状北大橋、環状線の部分を通ってる橋ということだと思うんですけどね。でここでね、ちょっとバッテリー交換しようと思ったら、さっきふくらはぎがどうとか言ってた人に追い抜かれました結構あれですよ、5、6キロぐらい、そこのそんなにないかな、結構3、4キロ以上はあったと思うんですけどね、距離的には。ずーっと後ろ走ってたんですね。北20条桜大橋、24条桜大橋ね。もういつの間にかビルとかも全く見えなくなりましたもうなんかのどかな風景になってきましたよね。であの人追い抜きたいなと思っても、なんかもうどっか別の方向に行っちゃったんで、放水大橋、なんか道も濡れて大変なことになってますけどね。だんだんサイクリングロードかどうかもよくわからない感じの場所になってきてます。でも目前にあるのが左側の方にある建物が郵便局ですね。集配っていうか、いろんな各地から集めた郵便物が来るんですよね。前方に裸の人があったこの日は結構暑かったんですけどね、29度ぐらい、もっとかな。これってちょっともう上に上がっといた方がいいのかなと思ったんですけどね。そろそろ橋を渡らなきゃいけないんですけども、いやでもなんかもうちょっと先に行った方がいいかなと思って考え直しました。橋を渡ってからでもいいかなと思って、そのどっちみちもうそろそろなんか休憩してなんか食べたいなと思ったので、飲みたいなと。だからそのまま進むことにしました。そしてこちらが刈木大橋ですね。国道275号線が走ってる橋です。で本当はもっと先に行ってから戻ってきていくみたいなんですけども、もう橋のこの部分でいいやと思って登っていきました。もう無理やりですけどね。一応押して走ってるというよりも、この部分は押してますけど、
あとはなんか持って移動してんのかもしれないな。まあ、良い子の皆さんはちゃんと奥の方に行ってから戻ってきてください。で、そのまま行く人はそのまま橋に乗って行っていいんですけど、もうちょっと奥にスーパーとかあるんで、そちらでちょっと休憩しようと思って今向かってます。こういう割と地方っていうか、おなじみの光景ですよね。いろんなチェーン店が集まって集合体みたいな感じの。で、こちらのイオン系列のザビッグでアイスとか 700cc のこれはファンタグレープだったかな、そちらを飲んだりしました。買ったり。で、早速橋の方に向かってます。道路の渡っちゃいました。この橋はあれですね、以前あった動画の札幌のハードオフを自転車で巡る100キロの旅とかでも利用した橋ですね。こっちからこっちを通って北区の愛の里の方のハードオフの方に向かう途中に使ってましたね。で、この橋に乗りながら札幌は豊平川、パリはセーヌ川、ロンドンはテムズ川とか、そんなような話をしてたと思います。で、しばらく275号線通ってるんですけど、ここで曲がって、これ上の方に看板があるんですけども、滝の上のっぽろ自転車道の、そうなんです、看板なんですよね。一応ここにサイクリングロードがあるということになってますね。だったらもうちょっとラインとかふっきりしといてほしいなと思うんですけどね。で、さっき買ったやつもうほとんど飲み干しそうです。またさっきと同じ看板ですね。このT字路みたいなところを曲がります。なんかやっとそれっぽいラインが見えてきましたけど、ちょっとだけでしたね。で、割とこういう自転車動画ではいつも高速道路をくぐることが多いんですけども、こちらもそうです。左側の方に行くと江別とか旭川方面に向かってますね。で、これ結構ちょっと登りながら橋を渡る感じですね。一応ここ歩道のはずなんですけど、ほぼなんか全体がサイクリングロードっぽくなってますよね。
この辺では右の方を向いて橋の川の感じがちょっとだけお見せできます。この辺の川とかも、普段近くに流れてる川がずっと下流の方だとこんな感じっていうのが分かりましたね。パトカーだ。あれ車種何だったのかな。だんだん道も悪くなってきましたよ。何かと自転車の走行の方法とかも言われてますけど、もうちょっと自転車にも走りやすいように整備してほしいですよね。ここなんか急に砂利道になっちゃって仕方なく走ってる感じですね。結構タイヤも細めなんであまり走りたくないですけどね、こういうとこ。今年になったらもう綺麗になってるかな。どうなんだろう。でこれまた砂利が続くんで左側行くしかないかなということと、一応道を確認してますね。これ自転車の人すれ違ったんですけどなんかものすごい怪訝そうな顔で見られましたね、あの人に。しょうがないんですぐ左側に行って走りやすい道を通りました。確かにおよそ自転車に乗る格好ではない格好で自転車に乗ってるのはあるのかもしれませんけど、日焼けするのが嫌なんでというか、結構日光で日光を手に浴びるとそういう痒くなってきて発疹みたいなのができたりするんで、日光アレルギーな感じなんで長袖ですね、いつもこういう暑い時でも。で下はジーンズだし。でこちら江別3番通りというところですね。この辺の道を右から左に行って、滝川とか、旭川行きの動画にもありましたけど、そういう風に行きましたね。割とおなじみの道に来たなって感じがします。北区から江別まであっという間だなっていう感じでした。今の左側の家が人の顔みたいに見えましたね。鼻の高い人の。歩道が高く登ってるんで、まさかここ自転車道路的な感じになってるのかなとも思ったんですけど、違うかな。ジョイフル AK の看板が見えましたね。この辺までは割と行くことがありますけど、あまりこっちから後ろの方の奥の方には行くことは少ないですね。ジョイフル AK、1年に1回か2回行くぐらいの店ですけども、うちからだとよほど安いものでもない限り行かないかな。右側の建物にミニカーショップがあるんですけど、今でもあるのかな。
まだ今気になってるけど未だに一回も行ったことないんですけどね。という話を滝川駅の動画とかでも語ってるんですけど、今回そんなに朝早くスタートしたわけでもないんで、割とのんびりめな感じなんですけども、光明寺っていうと博士しか思い出さないですね。一度脳を出されてまた戻した人で、しばらく来てこの天ぷら屋のところを左に曲がって、でもここ昔セイコーマートだったはずなんですけどね、まっすぐ進みます。マンションが壁のようですね。で、このトンネルは上が JR ですね。線路が走ってます。結構坂を登っていくんですけども、ここも上の方の看板に滝の上の幌自転車道線の表示があります。そしてここを出ると国道12号線です。私の動画ではかなりおなじみの道路です。これね、そのまま渡ってしまった方が良かったですね。なぜなら左側の方には一応自転車も走れる区分があるんで、ちゃんとラインも引いてある。そっち走った方が確実ななんか滝の上の幌自転車道線を走ってる感じになったと思います。で、こちらおなじみヤマダ電機とケーズ電機が並ぶ光景です。ケーズ電機の方が後に作られました。左側のヤマダ電機はそれなりに利用するけど、ケーズ電機はほとんど行かないですね。なぜならおもちゃを取り扱ってないから。もうそれに尽きます。右側にセブンイレブンあるんですけども、これまだやってるのかな。もう閉店しちゃいました。今はもうないです。以前 D ライフっていう BS チャンネルがあったんですけど、それのなんか専用リモコンをあそこのセブンイレブンでもらいました。で、こちらもみじ台通りというところ、国道12号線から曲がって今度ずっとまっすぐ進んでいきます。こちらも中学校がありますけど、この前冬にここの中学校の横を通ったら消防車が何台も来てて、すごいヘリコプターもグラウンドに着陸してるから、なんかえらいことが起こったのかと思ったらただの訓練でした。で、こちら南郷通りの終点部分ですね。右側に行く道が南郷通りなんですけども、この動画の最初の方で一番最初に走ってたところが南郷通りなんですけど、もみじ台緑地です。もみじ台まで来ればもう自分のテリトリーに近い場所ですね。すごく
でこれ水飲み場見つけたから、あっと思って止まったんですけど、水飲んだんですけど、ぬるま湯。もうそれでも乾いた体にはちょうど良かったですけどね。でこの道をしばらく走っていきます。もうサイクリングロードとして走る感じですね。この右側の坂がありますけど、あそこをスキーで滑ったりしたことあります。スキーとかソリとかね。ソリっていうかボブスレーっていう割と平たいプラスチックのソリが売ってるんですよ、北海道には。そう、ああいうやつですね。ポンノッポロ橋という橋があります。これ名前聞いたとき、ポンってフランス語で橋っていう意味だから、そういうことなのかなと思ったら、なんかポンはアイヌ語で小さいっていう意味らしいですね。ポンヌフっていうセーヌ川にかかる橋があるんですけど、それっぽい名前にしてるのかなと思っちゃいました。ここも結構さっきあった坂が分かるように、坂で見ると分かるように結構登ってます。さっきのポンノッポロ橋の下をくぐる感じですね。一度この橋を渡って先の方に行きたいですね。一回この国道12号線じゃなくてもっと裏側の方から滝川に行こうと思って岩見沢まで行ったら岩見沢でパンクしちゃって断念したことはありましたけど、もっとポンノッポロ橋を行ってまっすぐ進めばもっと近道できたんじゃないのかなと思ったりしました。これもさっきのもみじ台通りに再び出た感じですね。このもみじ台の一番端っこの方です。でこれ右側の方に中学校が建ってたんですけど、もう取り壊されてもう空き地になってますね。でここなんか90度ぐらいに曲がるカーブなんですけど、実は私中学校3年生の時になんかロードバイク買ってもらって、ここでなんかスピードを出してたら曲がりきれなくて落車したことあるんですけど、ロードバイクも実質乗ってたのに 2,3 ヶ月ぐらいでいつの間にか盗まれてたっていうことがあって、もしあれが盗まれてなければもうちょっと自転車人生変わってたんじゃないのかなと思うんですけどどうなってたでしょうね。こちらなんか右側が自転車っぽい、自転車のための道路みたいな感じですけども、普通道路がそんな感じですけど、今走ってるところが自転車用として区分されてるところですね、左側が。でこの辺の道は割と中学生ぐらいの時でも走ったことありますね。さっき走ってたっていうのを含めて。結構前々から自転車道路、サイクリングロードっぽくはなってたんで、でここで下に降ります。坂の中腹部分を横に走ってる感じで、決して別に下の方に降りていくわけでもないんですけどね。雰囲気だけ楽しむ感じの部分です。はい、もう元に戻りました。
このもみじ台も、何回か説明してますけど、高齢化が進んでたりするんですけどね。でもこの辺の道とかはずっと前に走った時よりは整備されてる感じはします。はい、ここ下の方に行くともみじ台自転車広場とかそういうところに行くんですよね。これはもっと短い動画として公開する予定ですので、その辺のつながりを感じていただけると分かりやすいですね。ここの左側に行く道ももともとはなかったですけども、いつの間にかできてて、もみじ台から西の里へすごく直通で行きやすくなった感じになってますね。でも通ったことないな。一度ぐらいあったかな。ちょっと覚えてないです。で、結構な急な坂を登って行くんですけど、よくこの坂の終わりの、中学校があるんですけど、そこが終点みたいな扱いになってるんですけど、でもPDF で見た地図だともっと奥まで行って、札幌駅には自転車動線の、ちょうど平行になる一番近い部分で終わる歯医者があるんですけど、歯医者近くにあるんですけど、その辺りまでが正解なのかなとは思ったんですけど、今回あれですね、中学校のところを左に曲がると、ちょうどサイクリングロードっぽいラインが引かれてて、このまま走った方がそれっぽいかなと思って、今回そっちで走りました。一応こちら左に行くとエルフィンロードの入り口ぐらいになるんですけどね、すぐ何百メートルか先で、ここ中学校ですけども、左側にずっとまっすぐ行けばいいんですけど、ちょっと今回工事中で走りにくそうだったので、このままこの自転車通ってもいい部分で札幌駅には自転車動線の、日だまりロードの部分と、クロスするところで終点の方がいいのかなという感じでこっち走りました。ただ今回、最後の方でおそらく札幌市的にはここが終点としてる部分かなというところには行きます。今回いろいろ雑談も含め話してきましたけど、いかがだったでしょうか。滝野上のっぽろ自転車動線、滝野から上のっぽろ、でもここ上のっぽろじゃなくて青葉町なんですけどね、おそらくここが終点だと思うんですよね。ちゃんと道路の図を見ればああいう感じになってますさあ、今回はこれにて終了です。どうもありがとうございました。また他の自転車動画でお会いしましょう。失礼します。